休暇とは良いものだね。ウーバーと出前館同時に使おうかな。見つけたぞ。あなたにはダクソ2をしてもらう。いや、やってるじゃん。違うんだな、これが。違わないでしょ。そうじゃないんだよな。なんかうざいな。新シリーズです。ハマってるから無限にできるよ。実質不労所得じゃないか。やりますやります。そうですか。ではこちらへ。きっと気に入ると思います。ダクソ2は無限に遊べる違法薬物みたいなゲームです。語弊がすごいけど事実だ。マキさんの健康に配慮して目標を用意しました。達成するまで楽しく遊んでください。はーい。テレビ1台、質素だな。そうだね。やわ。うちもおるで。なんで、あかねちゃんなんで。マキちゃんの目標を伝えるぞい。それがこれや。レベル LS キビョンゴアチョジユジャクリーンゴマジマッコイウールチョチハラー。やで。わからんのよ。いや、これは倒せだよね。諸せかもしれないでしょ。いやいや。諸せだったらどの責任取る。ちょっと。意味が360と変わりますが。おいおいどうしたリスクな。諸せも倒せも一緒じゃい。あかん。ディベートに負けて、葵がゼータの神優みたいになってしもうた。マキは不死だ。不死は導かれる。光ではなく、炎でもなく、ちょっと先の闇へ。レベル上げちゃおっかな。やっぱいいや。どういうこと？もしレベルを上げていたら、ダクソではなく、ファイソになってたで。一寸先は闇だ。ってことはまさか、レベル1で倒せー。倒せやんけ。最初のエリアを攻略中、ついに初夏を開通させる。みんなは、マキの活躍を見てくれたよね。全カットしましたやで。ついにボス戦か。私は感慨深いけどさ、ちゃんと見てましたやで。見ながら全カットしやがって。いや、全カットしてから見たで。見てないやんけ。これがボスか。皆さんお待ちかね。指令書コーナーのお時間だで。邪魔剤、ボス見させろ。これからマキさんにはレベル1で、なんと、最後の巨人を倒してもらいます。だって、後ろで流れてるボス、最後の巨人だもん。絶対にほふってやる。オラ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 。なんだこのダメージは。どうかごいくわー。かーめーわーめー。はー。魔力壺が158も通るぞ。そして、巨人は体力のベルト、片腕をちぎって準備する。632ダメージ確定。むむむむ。なんて理論的な攻めなんだ。これがプロか。プロは浜で死にました。そんなこともあろうかと、香ばしく香る粘液を拾っていたのだよ。香ばしく香る粘液とは武器に魔法を付与するエンチャントである。エンチャ前の2倍のダメージが出ている。これなら倒せそうだぞ。ラッシュを刻め。扇風機かな。なんで50しか効かねえんだよ。だがで50が高いです。モーションが弱いのが救いだね。だが、しかしこの攻撃で形態変更になり、ソウルで購入した火炎壺で一気に仕留める。あ、ちょっと止めて。今いいとこだったのに、何してくれてんだ。それはこっちのセリフちゃい。これ見ろ。それがどうした？コンプラ的にこの言い回しはまずいの。コンプラは浜に捨てました。そう思って修正したのがこちら。ソウルで購入した火炎壺で一気に仕留める。ソウルといっても韓国の首都や焼肉チェーンではなく、ダクソに存在する中華で購入したという意味である。どう？コンプラはクソ。火炎壺で遠距離攻撃、安全圏から攻撃できて超強い。これが当たって残り一発だ。豊富なスタミナで安全にガード。これで終わりだー。よっしゃー。おめでとうございます。最後の巨人、撃破、偉大なソウルを獲得ですな。ご褒美もありますぞよ。なかなかやるわね。おい、ご褒美について教えろ。嘘やで。くたばれ。次はハイデ大加藤だよ。このヒントがご褒美だ。納得できるか。まあまあ難しいんだぞ。そうでしたか。テストプレイした時は簡単やったよな。足だけでクリアできたよね。聞こえてんぞ。てか足だけって何？不可能だろ。しょうがねえな。1万ソウルあげるわ。ゲンママ。ここを出る時に没収されるから使い切ってね。ほんでこれがお品書きやで。見せてもらおうか。うわー。どれにしようか迷うな。全部ダクソやんけ。エルテンは違うよ。違うけどパクリみたいなもんなの。っていうかブラボは？ブラボはダクソのパクリやで。違うよ。指摘を受けて変えてみたよ。全部ダクソだよ。これなら文句ないやろ。これならまあいいやだクソ。ダメでクソなゲームじゃねえか。ハイデに来たよ。ここではハイデの直剣が手に入るけど、とある事情でスキップだ。捨て足りないからだよ。縛りのせいでな。早くボス部屋行ったら1000ソウルあげるで。なら急ぐしかあるまいて、あかりちゃん。こいつは弱いだろどうせ。サクッと回避。ラッシュを刻め。なんだこの鼻クソみたいなダメージは。大ダメージ食らいましたよ。もう食らっとるわ。火炎壺ならどうだね。微妙だな。まあどうにかするよ。実力とかでね。こんな地味な戦いは放っておいて GPT に勝ち方聞いてみようぜ。そうだね。場面転換しないならいいよ。竜騎兵の倒し方を教えてください。まず竜騎兵は基本的に大振りな攻撃を仕掛けてきます。槍を使った突きや斜めに振り下る一撃はタイミングさえ見極めれば避けやすいものです。ここで重要なのは敵の動きをじっくり観察し、攻撃が来る瞬間にローリングで回避すること。特に背後を狙って回り込むようにすれば安全に反撃のチャンスが生まれます。さらに竜騎兵との戦いの舞台となるエリアは狭く落下のリスクが常に伴います。戦いの最中に不用意に動きすぎると自分が崖に落ちてしまう可能性があるため、常に足元を確認しつつ無理をしない立ち回りが重要です。なんかあれやな。
AI の方が的確な攻略情報を出してくれる。深く考えるのはもうやめにしよう。なんだかんだ勝てそうだな。ちょっと聞いて。もし勝ったら、現金が欲しいんだ。とんでもない要求来た。本気で欲しいから、口座さらそうと思う。いやあかんけど。ダメかどうか決めるのは君たちではない。せやな、クソ。悪逆非道に対して正論を持ち出されるとは。そこでマキが稼ぐところを。お願い、500円だけ振り込んで、通帳いるよね。印鑑を出す。逆に取られますよ。アイドルだってただじゃないの。おねだりしてるところ悪いんやけど、プロ無芸で現金を稼ぐのは違法です。そうなの。おお。別の動画に切り離しておねだりすればいいかと。そうしよう。がめついな。現実に立ち回ってやるからな。あんなに汚く立ち回ってたのに。それはそれ。まず、マキは必勝法を見つけた。回り込めば、大半の攻撃が無効。なんだって。なんやこの時間。縦受けもできるが、よく見れば簡単にフレーム回避できる。マジかよ。他にはもうないけど。チャット GPT と変わらな。んなわけないじゃん。これ見てどうぞ。どれどれ。持ち方きっしょ。なんでこんなに詳しいんだ。攻略本の価値ねえだろ。実際に AI でゲームバランスを調べる。そんな時代が来てるってよ。AI には偏見がないからね。やべ、ここでフレーム回避しないと確実に死ぬ。危なすぎる。しかしこの大博打により価値格ラインが見えてきた。これで終わりだ、アクソウル。おめでとうございます。竜騎兵、撃破です。安い祝いだな。おめでとう。ご褒美にダクソ3でもするかい。ダクソのご褒美にダクソはおかしいでしょ。意外と面白いかもよ。面白くてもダクソはダクソ。鶴巻マキはひたすらダクソ3を楽しんだ。そしてついに、本日最後のボスへたどり着く。レベル1で倒せるのだろうか。どんな相手だろうと負けない。こいつは、指令書を忘れてた。邪魔じゃい。まず竜騎兵の方だね。忘れとってすまんやで。意味ないだろこれ。そして、ついに最後のボスがこちら。呪縛者なのだ。はよどけー。はっきり言おう。どうやって勝てばよいんだ。避けるのはいいんだよ。問題はこれ。膨大な HP に対して攻撃力が低すぎる。もうダメだ。おしまいだ。全く勝てる可能性が見えん。みんなには悪いが、ここでマキはリタイアだ。視聴あざした。とでも思ったか呪縛者黄金松屋にこれを集めていたのだよ。説明しよう。黄金松ヤニとは、武器に雷属性を与える貴重品である。ではどうやって集めたのか。鶴巻マキはうつろの影の森に来ていた。焼きつぶしのシルクロードを築き上げる。それにはフライパンで作るお好み焼きより分厚い事情があったのだ。ここを降りた先にワンガルの首という NPC がいる。そこで鶴巻マキは黄金松ヤニの安定供給を図っていた。騙される方が悪いんだぜ。黄金松屋に送らえ。エンタでこれか。いやいや、これでもフルパワーなんだって。攻撃のフレーム回避が追いかけてズブン。これが最強なのだよ。すごいダメージが。これならレベル1でも倒せると。どうした呪縛者さんよ。切れた電線にかけたみたいな顔してさ。当ててみろよ。おい。ちょっと多めに攻撃しちゃおっかな。残念。調子乗りすぎわろた。足元すくわれるで。エンチャ切れたー。ざまあみろ。さっきは松屋にお重ね掛けする恐怖に負けたが、もうその手には乗らん。目が逆光やしな。それはわかる。なんか眩しい。この3連客が強いな。だが、最終弾に関しては、間合いで絶対化する。そこをどうやって誘発するかだな。ほんまか ?GPT に聞いてみよう。マキさん嘘ついてて草。AI を信じるの。ちなみに、バリスタは銃刀法によって禁止されてるで。マジかよ。そんなことより聞かず、この2段目で近づく。すると、3段目が振り下ろしになる。やはり確定だな。必勝法を見つけたぞ。一体、どのように有利に？それはただ一つだな。確定でアイテムを扱えるということだ。まあまあ有利な後ですね。後といっても特典コンフラに入るすが、それにしても強えな。炎論争の時とは比べ物にならん。ここで雫石か。ここしか回復しようがないもんね。こう考えると油断も隙もない。ここで黄金松ヤニが切れる。火力を考えると松ヤニがないと厳しい戦いになるという。絶対に松ヤニが出すべきですね。どこで補給するべきだろう。火力2倍は絶対欲しい。30ダメージじゃ無理だよ。ここだー。この好機を逃すな。ここで松ヤニを決めて呪縛者をエルデン DLC から永久に追放するのだ。安い被弾で松ヤニが通った。ちなみにもう追放は確定してますよ。そうなんだ。悲しいね。今めっちゃゾワゾワした。わかるービックキューブ。でもここで決めれないから呪縛者はエルデン DLC 省かれたんやなって。最大の危機は脱出だな。一気に仕掛けるぞ。何回でも刻んでやるからな。ラッシュを刻むんだ。お礼直イーズゴーと。お礼直イーズゴーと。ショータテイズゴットだね。さすがの保険だね。もう呪縛者には負けねえ。何回出てこようが関係ねえ。珍しく切るんだ。調子いいやん。これで終わりだー。松屋に切れてるー。大ピンチで草。あとちょっとなのに。これでも食らえ。
おめでとうございます。偉大なソウル、コンプだぜ。偉大と呼ぶには小物すぎるな。祝ってやる。祝いよ。それにしても案外やれるんすね。そうだね。そんなことより人生ゲームしようぜ。そんなことで済ますな。でもご褒美は欲しいよね。何が欲しいんだい？偉大な褒美だよ。プロムの規約で、厳密には言えないけど、現金狙いかよ。そんなんでですの？それだけでいい。じゃああげるで。ちゃんと偉業も果たしたし、プロムも許してくれるよね。よっしゃなんだ？美大生です。3点方式ね。何事？うわくっさ、ゲレン味がすごいなこれ。偉大な褒美です。いいやしょうもなくて下品だけどそれを求めている人だっているんだ。おならと香水は紙一重だ。どちらも自分から出している。どうもありがとう。時を戻せ。はい、お疲れ様でした。おつですぜ。今回はいかがでしたか？いかがでしたか？これうちに聞いてる。まあなんやかんや、最終的に倉さんかけてる方の勝ちみたいな展開もありましたけどもね、このお姉ちゃんが偽物だ。捉えろ、青い。キーフって言うてみ、金一封、キーフ全然言えへんやん。言えるよ。じゃあ言えへんかったら100円な。ここどこですか？インテンドのハーヒー、クリキントンビーバー。ほら言えへんやん。だってキーフはロシア語だもの。それずるいねん。今 BGM 静かだから喋ろう。さっきからめたい。おならしたから、おならをそこまで立体的に考えたくねえ。おならは立体ですけどね。うるさいです。もう、ペコパ5年前ですよ。時を戻したい。